にちは。今回は先週第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。なんじゃこりゃあ。謎バッグ。お前そんな目してたんかい。ヘブンズドアー。おいおい顔出したら可愛いとかやめて。バンクあるのか。変身するわけじゃないんだ。無駄バンクじゃね。デスクが用意されるの。前期あって玉離れ思い出すわ。岸辺露伴かよ。露伴先生と同じタイプか。露伴先生ならこんなに時間かからないぞ。多分親の顔より見ることになるエロバンク。マッパに幾人の弟子でも紛れ込んだんか。若くして監督をやっているということはみそじ近いよね、この主人公。22なんですよね。22歳で監督ってどんだけ有能なのか、人材がいないのか。巨神兵草。巨神兵じゃねえか。アンナだったのか。かように怒られろ。それにしても襲来して目前に見えてからかれこれ7分経ってるが一向に近づいてこないな。パクっちゃったよ。いや、目からビームかよ。これ巨神兵描きたかっただけじゃねえか。おいおい、宮崎駿が草場の陰で大激怒もんだろうに。これは無能監督だわ。昨日のエヴァパロに続き今日はナウシカパロアニメだ。巻き場方可愛くないな。いや、お前破裂寸前だったろ。間に合うわけなかろ。毎回名作アニメのシーンパクって解決みたいなやつか。いやーずるいな。でも面白い。今期の派遣だわ。ターミネーター風に言ってんじゃねえ。現実の国から来たってなんだよ。巨神兵のビームだったら光線が走った後に一瞬間を置いて大爆発してほしかった。妻谷明夫、いつ以来のアニメ出演だ。桜大戦。なんかよくわからんけど面白い。これもしかしてレクリエーター2じゃない。他のアニメの世界に行くんじゃなくてずっとここなのか。まあ視聴継続やわな。結構面白かった。よし、これは見るか。白箱的なアニメかと思ったら全然違った。昨日のヤマトトークで庵野が巨神兵の作画について語ってたな。本当はもっと影つけて枚数かけたかったが、そんなことしてたら間に合わないから、やったら殺すと宮崎駿に言われた。宮崎に修正されたのがクソダサかったから動画でまたこっそり直しちゃったとか。いろんなとこからパクってておもろいな。思ってたんとちゃうけど前か。これレクリエイターズの逆バージョンか。これからいろんなアニメのパクリネタで攻略してくという流れは理解した。乱造される異世界ものを見たアニメ業界関係者が俺らの方が面白くできるぞって意気込んで作った感じかな。同人誌だと主人公パーカーの下巨乳にされそう。オリジナルだしまあいいんじゃない。神回だったな。いろんな意味で作画アニメやね。これは今後も名作アニメのオマージュが見れるのかな。アニメ版16ビットセンセーションみたいな。で、主人公が目が覚めたら仕事場でって終わり。で、元になった嘘アニメは修正済みでヒットしてて監督も生きてたりとかな。前週だからまだまだ修正するところあるんだろう。巨神兵でもないと無理だろう。思ったら本当に出てくるとは。アニメ関係者にいきなりあの状況を覆す話をかけって言われたら巨神兵しか出てこないから納得できる。確かにおもろかった。これとメダリストの2強だな今のとこ。改変してもラストは変わらず全滅とかやろ。あのバンク毎回やってくれるならもうそれだけで許すよ俺は。スニル、可愛い僕なら1話で3回やっても許されますよね。まあこの時間はライバルいないし一応見ておくか。口から出すのかと思ったら目から出すのかよ。急がなきゃいけないシーンでアキラの金田バイク出すんだろ。監督山崎光恵。多田くんは恋をしない。ダンベル何キロ持てる。魔王城でお休み。前週っていうからオサムって主人公の全てを描くドキュメンタリーアニメだと思ってたのに、クレジットにジブリの名前あるかと思ったけどなかった。見るからにナウシカのあれは大丈夫なんかなって思った。主人公の性格が破綻してるのはこんな年でアニメ監督なんぞやれるやつがまともなわけがないという皮肉なんだろうか。
絵コンテに苦戦してただけで破綻してるってほどではなくね。どうせオマージュやるなら1話ごとに書き換えたら現実に戻ってまた別の作品に入り込むみたいのでいいのでは。視聴継続。アンクが斬新すぎる。巨神兵パロでここまで作画気合入ってるの初めて見た。ナウシカのリスペクトがえぐ。めちゃくちゃだけどユニークで面白いやん。アニメーターってターミネーターみたいでかっこいいよな。無駄に全力作画だな。現実世界からやってきたと言われてすんなり受け入れるのか。全集だから主人公がかつて見たクソアニメを中から全部修正する話ということなのね。クソアニメに転生してアニメーターパワーで修正していた話か。まあつかみは悪くない。ホームかよって思ったら巨神兵も出てきてわろた。制作進行クロミちゃん以来の業界もの。さまざまなアニメのリスペクトが出てくるんだとしたら期待するしかないでしょ。そんなのありきたりの異世界転生系じゃない。すごい新しい作品で面白かった。こういうの好き。これ死んで転生っていうより生死の境をさまよってる間に見てる夢みたいなもんで、目が覚めたら全く進んでなかったコンテが書けましたみたいな感じになりそう。天才アニメーターが過去作の中に異世界転生して未来を変えていくことを全集と表現した時点でコンテンツとして勝ちなのよね。全集おもろい。マッパの作が相変わらずやばい。これ元の鬱アニメ映画を全集するアニメなんでしょうね。はあ食いしばれ。そんな展開修正してやる。白箱みたいなクリエイターものかと思ってたらまさかの異世界転生。自分が想像した理想のイフを実現できるチャンス。なんとも夢のある話だな。現実世界への影響とかも気になる。新感覚のアニメが始まってワクワクしてる。めっちゃいいじゃん。主人公の顔が出ない時点でまあ転生ものの亜種的なやつかねと思いながら見てたけど、なんかもうこれだけ動けば見て見入っちゃう。ぜひクオリティ維持して駆け抜けてほしいな。そして今後もどこかで見たようなアニメ技を作中で披露してほしい。笑い。いやそうきたか。アニメーターが異世界転移して何をチートにするのと思ってたらアニメーター能力そのものでしたか。説得力が半端ない。ハイクオリティすぎるデスク召喚アバンと原画状態で召喚された巨神兵で笑いが止まりませんでした。視聴継続。大人気アニメ監督の夏子が好きだった鬱アニメ映画に転生して鬱展開の分岐点にアニメーターとして助力することで回避していくことが目的か。謎の絵描きバンクシーン面白かったけど描いてる間を傍から見るとマジで何やってんだこいつになるな。ここまでがっつり異世界系だとは思わなかったけど自分が想像した理想を現実にしタイトルに込められた真の意味も分かって主人公がルークに恋するんじゃなくてルークが主人公に恋しそうな感じ。良い意味で期待を裏切ってきた。視聴継続ですね。山崎光恵監督がリアルな業界ものやるかって思ってたから転生もののサプライズはなるほどだ。とはいえオリジナル企画でまずサプライズを用意してフックにするのもパターン化してきたのを感じる。バンクに山崎監督が生原邦彦監督作に参加していた影響が見えるのは熱い。面白かったですよ。タップをキャラっぽくするとか明らかに兵であろうものをセントリー映像みたいに登場させるとかアニメーターの作業の手元を見せまくるとか作り手の小ネタをベースにした変わり種作品として面白い。リクリエイターズの逆バージョンという感じですかね。夏子の作画シーンが圧巻の演出勢いでこれからが楽しみすぎる作品。こういうワクワクするオリアにほんと好き。表題の通り憂鬱なストーリーを全集していくのかはたまたどんでん返しの展開となるのかいずれにせよ期待しかない。そしてユニオ CV 釘宮さんが可愛かった。大好きな作品である滅びゆく物語に入ったアニメーターの主人公は私たち視聴者のアニメの世界に入りたいを体現する存在なのかもしれない。類まれなる才覚を持つ主人公の能力は全集。作品の全てを書き換えるもはやチートの能力。新感覚のアニメ、これは楽しみです。今後どうなっていくかの方向性が気になる1話だ。思い入れのある作品の闇落ち主人公を
自らの手で救う展開なのか、異世界優先。この世界で恋心を知って蘇生した現実で監督作品を完成させる展開なのか、現実優先。前者にしても好きな作品ゆえに原点を書き換えるジレンマにぶち当たりそう。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。